こんにちは、暗闇のハイジーです。というわけで今日は私、札幌に来ておりまして、今からせっかく札幌に来たということで一番人気と言われている回転寿司名古屋家庭さんに行ってみようと思いまして、今タクシーに乗った次第でございます。北海道の人気回転寿司あるあるなのかもしれませんけれども、やっぱり札幌の駅からすぐ近くには結構ないんですよね。店舗がいくつかあるみたいなんですけども、いろいろ調べましたらやっぱり名古屋家庭、トリトン、花丸が3強ってなってて、ああ、大体そうだね。やっぱそうですか。やっぱりその通りだ。で名古屋家庭が1番っていうところが結構多くて、まあでも大体そんな感じですよ。そうですよね。これが有名な。いや、ごめんなさい。ちょっと行き過ぎた。ごめんなさい。ここら辺で大丈夫。全然いいですよ。はい、こちらから。何の問題もないです。さあ到着しました。名古屋家庭さんでございまして、すんごいいい雰囲気。入店しまして、もうなんか早速ゼリー、純生スイカゼリーとかもすごいで、輪ゴムで止めてある、倒れないように。アイデアもすごい。なんかで見て、体健やかしはダブルが流れてる。席着いたら早速メニューを持ってきてもらいまして、まず汁物の注文だったんですけども、本日の汁物というのを注文しました。本日はエビでしたね。でやっぱりこう見ますとザンギはしっかりあるんですね。こういうものはしっかりある。肉そばとかもうまそう。エビ天でもうまそう。でもお寿司だよね。お寿司のメニューはこうなっておりまして、名古屋家庭寿司屋の匠握りとかマグロ尽くしとかもありますし、全部派手な字体色合いでおすすめされている商品がバーって並んでます。選ぶのすんごい大変だな。でこういう人気寿司3貫とかも行ってみたい気持ちがあるんですけども、流れてくるお寿司もめちゃくちゃ美味しそうだし、将軍サバ押し寿司、うわー三角じゃん。もう行きましたね。これなんすか。そんなのあるんだ。渋いっすね。一皿目それ行くって。とりあえずファーストチョイスはこんな感じでします。生サーモン、天然マグロ、中トロ、トロサンマ、マイカ。字ちょっと汚くてすいません。なんかちょっとそうしている間にも汁物が来ました。ひげがはみ出している感じになっておりますが、こう開けていきますと早速エビ麩が入ってまして、うわーもう豪華。いただきます。もろだ。すんごいエビ感。いやそりゃうまいよ。こんだけ入ってたらすごいよ。わでいきますね。うまそうっすね。うわそんな、はい、うわマグロ、イカ、中トロ、生サーモン。やっぱネタは長め。どう考えても。いや迫力すごい。すっげえ。醤油ちょっといきまして、じゃあまずはマグロから。よいしょ。マグロ柔らか、ふわふわ。なんかトロトロの向こうにふわふわがある感じで、メニュー見ていきますと、こぼれいくら実演ありなし選べるんですけども、ちょっとこれ分かんないんで一応実演ありにしてみましょうか。サーモンも美味しそうだな。よいしょっと。うわーうわーうわー甘ふわだ。サーモンの破壊力すごかったな。サーモンって当たり外れないイメージなんですけども、これ食べちゃうとあ大当たりがあるんだって気づくような、そのサーモンで味、うわーアジ、なんか全体的にもう舌触りがソフトなんだよな。すごい柔らかいっていうのを感じて、まずその後に旨味とかトロトロだなとか感じがするんですけども、まず最初にもうふわっとしてる感じ全部。はい、縁側行きますよね。でタコ好きなんですね意外と。最高じゃん。どうする。決してネタがバカでかいとかではないですけども、全部美味しいんだよね、やたらと。優しい。なんて言うんでしょうね、このさ
ちょっと寒い日にこう凍えてる女子に対して男の子がふわっと肩にかけてあげるカーディガンのような優しさ、ふわっとした感じ、味のカーディガンで大丈夫。それですごいパフォーマンス、はい、もちろん、はい。すげえ。こんな感じに、うわこぼれた、こぼれた。ありがとうございます。いただきます。はい。すごい店内でめっちゃこぼれてる。めちゃめちゃこぼれてんじゃん。こぼれいくら590円でございます。すげえ。もう境目ないもんね、もちろん一気に持ったから。でどのぐらいなの。うわもう止めどない、これはいくらの程よい冷たさがすごく気持ちがいい。何これ。もうじゅわじわいくらの波。ほんで待って、これこぼれたいくらがちょっと反転した北海道になってるみたいな、その感じ。これね、演出なのすごいね。これ偶然。なんとこちらこぼれ甘エビもありましたので、これも行ってみたいと思います。あとその横の煮アナゴ一本焼きも行ってみたいと思いますね。本マグロ、あと大トロも見てみたいですよね、やっぱりね。はい、ありがとうございます。はい、はい、こぼれ甘エビ出た、出ましたね。こぼれ甘エビこっちになんか向かってきてる感じがする。なんだこれ、すげえな。相当持ってますよこれ。この数、これシャリの高さよりもだいぶあるからね。うわー、こぼれてこそいないんですけども、実は山盛りね。ただ食べようとしたらこぼれるってことが絶対に、なるべくこぼさないように1貫を持つ。はい、お意外と白飛びしてるから分かんないかもしれないですけど、意外といや甘くてなんかクリーミーだから、これ食べたら笑顔がこぼれるね。王様大トロでございまして、お皿の柄ももう違います。もうオーラが違います。でこうなっております。どうでしょうか。すんごい綺麗で、大トロに関してはなんかわさびがネタの上に乗っかってるというルール変更が行われております。なんでしょうこれ。昔フランス代表のプラティニがユニフォームをズボンから出してでも審判から注意されなかったっていう、かっこよすぎて何も言われなかったっていうようなルール変更が行われているということでしょうか。上から見るとこうですし、アップで見るとこうです。もうありがとう。ワクワクしかしない。これに関しては僕も上からお醤油をちょっとトロトロと、はい、滑らせていく感じ。もうこれの感じで油の存在がもう見えますよね。ちょっと軽く醤油を弾いてる感じ。いや完全に甘い、完全にとろける。これもこれ食べるだけでもうここに来たに、すいません、うますぎて寝てしまいました。久々にうま寝しちゃいました。そのくらい、すいません、うますぎて二度寝しちゃいました。そのくらいうまい。これ今焼いてくれたんですね。湯気立ってます。煮アナゴ一本焼きでございまして、アナゴが長いっていうのはよくあるパターンなんですけども、これねシャリがちゃんと2貫分あるっていう珍しいパターンです。普通はシャリ1貫分でくるんで食べるみたいなことなんですけども、これ何これ、なんだこれ。このパターンを初めて見たぞ。なんかで結局こうするんですけど、そうなっちゃうとね、熱々ですんごい香ばしい。で柚子胡椒で食べられるんですかねこれね。そのパターンもあるということで、はい、こう、うわーでこれはやっぱこうきての
生梅とか大丈夫ですか？ちょっと終われなくなっちゃうよもう。